僕は結構その日本の終身雇用っていう形態がそうさせているのかなっていうふうに思ってます。結局外注せざるを得ないっていうのがあります。皆さんこんにちは。インドブロガーのカヨリーナですとインド芸人の生瀬さんです。今回の動画のテーマはオフショア開発についてです。なんかよくインドでオフショア開発しようとかビジネスマンの中で結構このワード出てくるんですよ。まずそのオフショア開発って改めて初めて聞く人のためにちょっと簡単に説明してもらってもいいですか？そうですね、日本でいうオフショア開発っていうのは、日本の会社さんから開発の案件を海外のエンジニアの方に外注するっていうことをオフショア開発っていうふうに言いますね。はいはいはい。では日本の方からこう外注するってことですよね。はい。それがどうしていわゆるインドとかアジアとかオフショア開発っていうのはいろいろ注目されてるんですか？はい、アジアはですね、人口がすごい伸びてる国がいっぱいあって、現在進行形ですごい日本の案件とかが海外に外注されているっていうのもあったりします。で、理由としてはそもそも日本で IT 人材が不足しているっていうのがあります。少子化とかっていう問題もあったりするんですけども、それプラス日本ってどちらかというと外注をしたがる文化ではあるんですよ。日本の会社で例えばマーケティングとか、開発をやっている人だったら分かったりすると思うんですけども、日本の会社さんっていうのは結構その広告の出稿とかマーケティングでも、海外の会社を使ったり、あるいはシステムの開発も、外注するっていうのはあったりしますと。で、理由としては僕は結構その日本の終身雇用っていう形態がそうさせているのかなっていうふうに思ってます。例えばマーケティングに関しても、広告出稿のスペシャリストを必要になったっていう時に、なかなか日本の会社っていうのはその転職文化っていうのがないので、そういう人材を引っ張ってこれないっていうのがあります。だから、結局外注せざるを得ないっていうのがあります。システム開発に関しても、そういうことが、起きてます。そもそも社内で IT チームもないっていうので、外注させるっていうのが、背景としてはあったりします。それがいわゆる外国、いわゆるインドとかアジアの地域にあるっていうのは、給与もありますよね。人件費っていうんですかね。そうですね。例えば東南アジアのエンジニアの方だったら、一つのプロジェクトに対して日本の半分以下で、請け負ってくれたり、そういうのがもちろん魅力だったりするんですけども、その反面オフショア開発で失敗しちゃったみたいな会社さんも結構あったりします。で、どういうことが起きているかというと2つあって、1つは英語っていう言語と日本語の言語を使ってコミュニケーションの部分で苦戦してるっていうのが1つと、もう1つはそもそもどの国にもダメエンジニアというかダメな会社ってどの国にもあって、そういうところに当たってしまうとオフショア開発っていうのは失敗してしまうので、英語と日本語のコミュニケーションはもちろんちゃんとした会社を厳選して選ぶっていうのももう一つの課題なんですよね。で、これがすごいなかなか難しくて、自分でネットでいろいろ検索したら全然そういうのってわからないので、そういうのは結構人の紹介だったり口コミを頼りにしないといけないっていうのは正直あったりします。もちろんエンジニアって言っても質がピンキリってところですよね。なんか結構私もインドとかでオフショア開発やったけどやっぱうまくいかなかったみたいなイメージ悪い人って日本の人めちゃくちゃ多いんですよね。やっぱり直接話せないとかコミュニケーションの問題もあるし、でもやっぱサニーとしてはいやオフショア開発でしょみたいな感じがあるわけですよね。もう本当にびっくりするぐらい安い値段でできるっていうのもそうなんですけども、もちろん安さが全てじゃないっていうのはものすごく承知してて、ただいい外注先を選んでちゃんと日本語と英語のコミュニケーションができたら、オフショア開発も使わない理由がないぐらい外注先としてはすごい価値ある提携先なのかなっていうふうに思ってますね。それはどうやってうまくいいオフショア先を見つける、やっぱ
口コミとか紹介。そうですね、先ほども言ったようにネットでは書いていない情報なので、一回使ったことがあるような会社さんに意見を聞くっていうのが、すごい大事になってきますね。それ以外何ができるかって言われたら、もうとにかくいろんな自宅会社さんの例えば社員さんとか社長さんに聞いて、どんどん自分で厳選していくっていう地道な作業も結構必要なのかなと思います。一発目でそのいいパートナーを見つけるっていうのは難しいですか？大体一発目では失敗するっていうケースが多いです。下調べしないでもうネットで見つけたところに当たってるっていうところは、かなりの確率で失敗していますので、その辺は慎重に選ぶっていう必要はありますね。ちなみにコミュニケーションの問題でいうと、英語のレベルっていうのは、どのレベルまでできればいわゆるこのオフショア開発って手つけてもいいものですか？具体的に説明すると、大体メッセージングでいろいろ英語で指示できたらいけるかなと思います。最近ブリッジエンジニアとかっていうのが日本でも注目されてて、要は日本の案件を海外のエンジニアに指示して、マネージできるようなエンジニアの方のことを言うんですけれども、彼らはすごい喋ってて英語がペラペラっていうわけではなくて、ある程度、文字で指示とマネージングができて、あとは何よりもそのプロジェクト管理能力ですね。日本でも結構スクラムマスターっていう、アジャイルプロジェクトの資格とか流行ってたりするんですけども、いかにちゃんとマネージングして、ちゃんとデッドラインまでにスプリントを終わらせられるかっていうのもポイントになってきますね。ちなみによくやっぱりその海外の人と働く時の文化の違いとか、そういったコミュニケーションの差っていうのが苦手とする人も結構いますけど、そういうのは実際オフショア開発でも、そういった異文化の理解っていう能力が必要になりますか？そうですね、ある程度ありますね。ベトナムのオフショア開発はこういう性格だとか、インドのオフショア開発はこういう性格だとか、いろいろあったりするんですけども、そういうカルチャーギャップは結構そのプロジェクトの管理能力で補えたりできるんですよね。一つのスプリントだけを見せるんじゃなくて、全体のスプリントはこういう風に設計しているので、計画的に終わらすたびにはここをこの期限までに終わらすのって大事ですよっていうのを、ある程度透明性というか、綺麗にそういう情報を共有しつつプロジェクトを進めていくっていうスキルも大事になってきますね。オフショア開発、チャレンジなポイントはありつつ、サニーとしては積極的に進めていきたいそうですね。日本ではもう本当に IT 人材がこれからすごい不足していくので、海外のエンジニアの力を借りて、少しでも日本の開発を役に立てていきたいっていうのと、チームがより多彩であればあるほど強いと思うんですよね。日本でも優秀なエンジニアの方はいると思うんですけども、世界規模で優秀なエンジニアを集めてチームを作ると、より強いチームが作れるっていうのがあるので、一つの国に限定しなくてもいろんなコンビネーションとしてありえるので、そういう多彩さを使ってより強いチームを作るっていうのも大事になってくると思います。もしこの動画を見てくださってる方で、ちょっとでもオフショア開発今いろいろ話題になってますが、興味ある方はぜひ私とかサニーとかにコメントしてもらえるといいかなと思います。はい、という形でですね、今日はオフショア開発についてちょっと因数分解というかいろいろお話ししてみました。この動画がいいなと思った方はぜひ、グッドボタンとコメント、チャンネル登録をお願いします。バイバーイ。